まあ、それでまあ5年生の、10月とかだったのかな、よくもさんからお声をかけていただいて、5年生の時に、はい、まあもちろん僕に直接じゃなくて父親通してだったんですけど、もう、ね、マジかと嘘だろ憧れのチーム横浜ですかみたいな、それはもう入りたくてしょうがないわけですよ。ただまあうちの父親にも言われたのは、もし横浜としてチーム横浜に入ってやるんだったら、もういろんなものを覚悟してやらないとダメだよと。ああ、なるほどね。でその覚悟があるんだったらいいけど、その覚悟がないんだったら断るべきだみたいなことを言われたのをすごい覚えてました。いいお父さんですね。そうですね。まあ当時本当すごい厳しい父親だったんで、ラジコンやりに行くイコールぶん殴らに行くみたいな。いや本当ね、当時知ってる人は前住君のお父さんもすごい、今僕それ思ったのに思った前住君のお父さんもすごい厳しい人だっていうのを僕も認識してたんですけど、結局なんか周りが言ってたのは、西の前住東の足立みたいなそれぐらい厳しい父親だっていうのはもう周りの人間も認識してたぐらいだったんで。なるほどですね。まあでもそれでもまあ続けてきたのは本当に好きだったから多分続けてこれたのかなと思うんですけども、まあそれでまあ小学校5年生の11月ぐらいですね、確かね。あれ5年生で入ってほとんど聞かないですね。まあなかなかないですね。まあそれだけ目があったと。その段階ではそんなすごい成績は残してないです。残してないです。やっぱ将来性も変われた部分も。だから小学校5年生の時の全日本が確か矢田部さんでやった一番最初の全日本で、あの時が両方50番台だったんですよ。なのでまあ全然ね結果としては残ってないんですけど、まあ何かこう見てもらえた部分があったのか、それでまあチーム横浜に入りまして、でさらやっぱり結局そのチーム横浜に入って、まあまあ環境もまあもちろん良くなりますよね。そのいろんな情報が入ってくると、で合同の練習とかにも参加できるし、でそこからやっぱりぐんぐん実力も一気に上がってきまして。ようやく中学生上がった時に、まあご存知の方もいるとは思うんですけども、世界戦ですよね。イギリスで行われた電動バギーの世界選手権に、まあたまたまその行く人がいないっていうか、まあ空きが出て、で代わりにその出てみるみたいなのをまあ言われまして、それはまあ出てみる行くでしょってそうよね。行かない理由は見つからないですよね。まあ子供ながらそんなもうで全然気にしないから行くみたいな。ただまあね、その横野さんが全部費用出してくれるわけじゃないんで、もう全部父親と母親が飛行機の代金だとか、あとまあパーツに関しても全部買ってたので、でまあ向こう行ってからその横野の人たちに迷惑かからないようにってパーツも結構いろんなもの買ってって。まあ結構な金額だったと思うんですよ。93年なんで、イギリスに行くのも渡航費が確かね30万40万は飛行機代かかってた。そんな時代だったんですか。そういう時代だったはずなんですよね。でパーツ代でも20万ぐらいのパーツ買ってみたいな。当時矢田部がねカード使えなくて、現金を下ろしに行くって言って現金を下ろしに行ってったっていうのも記憶にあるんで、そういうのもやっぱりねこうなんだろう、直接理解してなくても肌で感じてたっていうのがあったんで、もう絶対にちゃんと何かしらその結果というよりはその何かしら残してこないと、何かしら持って帰ってこないとこれはいかんなっていう気持ちで子供の頃に思ったわけですね。初めてその世界戦に出た時に、まあ本当に偶然が全て重なってトップ10に入っちゃうっていう。なんとすごい。全日本で MA 走ったことないんですけどね。なぜここでって飛び越えて世界戦トップ10なんですかみたいな感じなんですけどね。なるほど。その時の心境はどうでした？まあ初めての海外で、ね、もう初めてのもちろん世界戦でっていう中で、まあ肉は J メイン、まあ自分の中では、まあまあそうだろうと、で全日本出たって30位以内にようやく入る人間が世界選手権行ったら、まあそれぐらいだよと、妥当だと、これはもう妥当だと、もうこれはもういろんなことを学んで、でもっと勉強しようっていうふうに思ったわけですよ。で4区がまあその時、世界戦用で用意された YZ10、ワールズカーという、
もう完全新設計の車で、でそれがまあチーム員全員に渡って、でやったんですけど、これがね、むちゃくちゃよく走ってますよ。もう過去一ぐらいですよね、もう本当にもう思うように全部動いてくれる、もう最高の車だったんですね。で予選初日、当時予選がねポイント制じゃなくてベストタイムだったんで、予選初日終わった時点で確かね30番台か40番台ぐらいだったんですよ。もう僕としては大満足ですよ。来たーみたいなもんですね。いや俺頑張ってるみたいなね。でもやっぱりそれでも一つでも順位上げたいんで、予選初日終わった後の夜、正美さんの部屋に行って、で当時世界戦の選手ブックって、今でもねそのいろんなスケジュールのブックがあると思うんですけど、あれにねレイアウトが載っかってでそれ持って、でペン持って「正美さんすみませんライン教えてください」って言って。だからもう丁寧に正美さんも教えてくれて、ここはもうインベタベタでとか、でここは丁寧に走って全部いいんでしょ。そうなんですよ。結果ね全部インベタなんですよ。でもそれをもう寝る前にもうあれですよね、中学生のテスト前と一緒ですよね、丸暗記ですよ。なるほど。もうひたすらベッドの中に書いてずーっとそれ見て、であとはもうなぞるだけですよ。もう丸暗記してる。なるほどなるほど。でねスタートしていきなり最初ここへの字の試験なんですけど、スタートしてねいきなりそこで転んだんですよ。ポロって転んでるんですよ。でももうそのなんだろう、その時やっぱ集中すごいいい集中できてたのか、もう転んだことすらも忘れてて、いい入りですね。じゃあでとにかくもう言われた通りの走りをまずするっていうことを、もうきっちりその後ノーミス、その後はノーミスで走り切ったら、一気に順位が確か10番台ぐらいまで上がったんじゃないかな、18か20の前半かみたいなところに上がってったんですけど、これ転ばなかったらいけんじゃないって思ったんですよ、タイムを見てて。これなかったらいけんじゃんみたいな。よしと思って、もうこれはさっき1周目ちょっと気抜いてたと。だから1周目のこの最初の試験はもう止まってでもいいからゆっくりでいいからまずクリアするんだっていうのをやって、あとはその後はもうさっきやったことをもう一回繰り返すだけっていう、もうそれだけを思ってやってったら、うまいこと全部いっちゃいまして、一気に5番手のタイムが出ちゃって、すごい。もう周りもびっくりですよね。ですよね。このチームにもね。他にその日本人のチーム横の選手っていうとどんな選手ですか？今ラジマガのね山原さんだったりとか。そうなんですか。はい。知らなかった。ラジコンしてたんです。やってたんですよ。当時ね早かったんですよ。当然正美さんも。もちろん正美さんもいまして。はい。ちなみにその足立君よりも上の選手はいましたか？日本人でですか？正美さんだけでした。やはり正美さんはその時も。もうぶっちぎりの TK でした。すごい。ずっと憧れの人でいてくれたわけですね、じゃあね。そうですね。まだ憧れの選手でしたね。その時はね。やっぱりね、どっかのタイミングでライバル心に変わっていったっていうのはどっかのタイミングで、僕もねそれは明確に覚えてはいないんですけど、やっぱりやっつけなきゃいけない人間っていうにはもう途中でもちろん変わりましたね。レーサーである以上はね、当然ね。で結局 A 面に入っちゃったんで、もう周りの人間もこれ大変だみたいな。そうですよね。そうですね。あと当時茅野聡君。茅野。ごめんなさい。そうですね。もう当時で言ったら横もナンバー2ですよ。広坂正美、茅野聡みたいな。だからもうボディカラーも正美さんは当時グリーンのカラーで、茅野君は白のファイヤーみたいな感じで、本当にナンバー1ナンバー2ってしっかりなってる。そういった人たちを超えて僕がトップ10に入って、でその決勝の前日なんかも。もう車はメンテしなきゃいけないんですけど、当時やっぱ中学校1年生なんでローカルメンテできない一応自分ではやれるんですけど、でもやっぱりね今思えばローカルメンテができるわけじゃないんで、もう若杉さん、山花さん、この辺がもうみんなやってたかっていろいろやってくれて、そうなんですよ。でさっき言ったその茅野聡君のお父さん、お父さんも横村で働いていたんで、もうねトップ10入ったら写真とかも撮られるんだから、配線汚かったんですよ。配線きれいにしなきゃいけないっつって配線直してくれたりとかして、お前はもうとにかくいいからもう寝ろって言われて、もう本当に何もせずに、でタイヤは正美さんが全部作ってくれて、すごい。
でそれでまあ決勝も、まあその1ラウンド目は混戦ぐちゃぐちゃってなってるところ、まあ当時から結構僕ねスタート直後の混戦抜けるの得意だったんで、スルスルって抜けたら2番手になっちゃって、決勝で決勝で。あれなんか2番手だやばいってで隣が確かね正美さんだったんですけど、正美さんは当然前走ってるんですよね。今思えば、正美さんのあの状況むちゃくちゃ楽だろうなと思うわけです。ですよね。僕が2位ってことは、まあ分かり間違ってもグイグイ追われることはないわけですよ。ですよね。だからもうそれを見ながらずっと走るだけなんで、だからまあそのままついてこいよ、そのままついてこいよってずーっと声をかけてくれて。でももう返事をする余裕がもちろんないんで、なんかはいはいみたいな。あれね周りの外人がしたらうるせえなこいつらと思ってたと思いますよ。それをまあ5分間やってて、でまあ2位でゴールそのままして。なんとまあ偶然はねやっぱそこまでなんですけど、実際まあそこで得た経験とか喜びとか、あと自信とか、あと帰ってからのそのご両親に対するなんだろう。誇らしさというか恩返しというか、そうですね。そういうまあやっぱりねお金をたくさん使って生かしてくれた中で、まあその結果としてねちゃんと残すことができたのと、あとやっぱり僕ラジコンやっててよかったなと思うのが、その海外に行くっていう。でこれがやっぱりそのラジコンやってなかったら、なかなか海外に行くことってないんですよね。でまあましてや観光でってなると、まあ、僕正直観光で海外行ったことないんですけど本当ですか。観光っていうとまたちょっと雰囲気がまた違うのかなっていう。でその中学校1年生初めて行った時に、まあ、ホテルのすぐそばにバーガーキングがあったんですよ。で昼飯かなんか、その中休みですよ、肉天音の中休みの時に、昼飯に「お前ちょっとバーガーキング買ってこいよ」って確かにやわらさんかなんかに言われたんですよ。なるほど。一人で中学生1年生ですよ。英語は確かに習い始めましたけど喋ったこともないですよ。 This is a penguin です。そうです本当ですよ。で結構無理難題に来るなと思いながら「僕一人ですか?」みたいな「うんこっち準備しなきゃいけないから」行ってこいよ分かりましたみたいな、でみんなの注文聞いて一人で買いに行って、まあもうなんだか分かんないけどとりあえず身振り手振りでなんとかあったら買えたわけですよ。おおすごいすごい。まあ良かったのか悪かったのか分かんないですけど、その瞬間に英語ちょろいじゃんってなるほど、自信になったんですね。すごい自信にはなりましたね。でちょろいじゃんと思ったからこそ学校の勉強全然しなくなっちゃったっていう。英語は喋れるようになっても意思疎通はできても点数は取れない。そうなんですよ。だから皆さんね、中学校から高校生の英語はしっかりやっておくと全然喋れます。もっと喋れます。なるほどですね。いや買いに行って買って帰ったら本当に買ってこれたみたいなこと言われて。でも本当そういうのがやっぱすごいいい経験ですよね。世界戦のトップ10に入ったことによって自分のその経験が大きくついたのと人生が大きく変わりましたね。だと思いますね。やっぱヨコモさんのサポートももう 100% フルにサポートに変わって、最大ランクにそうですね、ランクやっぱぐんと一気にそこまで上がったんで、なのでまあその翌年からリーディーレースだったりとか、まあねその年に1回ぐらいのペースでしたけど、海外に連れて行ってもらえるようになったので、まあ、よりその世界のトップドライバーと、間近に見ることができるし、海外の異文化にも触れることができたっていうのは自分にとってすごい大きな財産だなって。その起点となった出来事レースだったわけですね。そうですね。それがなんと中学校1年生、中学校1年生13歳とかのなんと多分ねいまだに最年少記録なはずです。そのトップ10に世界戦トップ10がなんとすごいですね。日本に帰ってきて、まあちょっとした凱旋ですよね。そうですね。その後全日本なんかも当然出られて、その後全日本出まして、その年の全日本はなんと B 面 C 面っていう。なるほど。みたいなね。そうなんです。だから全日本で A 面入ったのが中学校2年生の時が初めてですね。そうなんですね。そうなんです。まあそこからはねうまいことずっと毎年 A 面にはもう残れるようになったんですけど。いつまでチームヨコモには在籍チームヨコモに在籍してたのは2005年の夏までですね。ちなみにそれまでに日本タイトルというのはまあ肉四駆ね、まあバギーやってるとね、1年に2回取れるチャンスがあるんですね。7回ですね。お、すごい7回。はい。チームヨコモ在籍中に。そうですね。素晴らしいですね。まあそれ以降取ってないですけどね。
そうなんですね。そうなんですよ。なるほどなるほどそうなんですよ。でもまあ7回取らせてもらって。だから世界戦とかそのリーディーレースとかでの、戦績っていうことなんですか？世界戦はまあ結局、まあ、英名に残ったのもその93年のオフロードと、あと2000年の、オンロードの世界戦が日本で矢田部でやったんです。ありましたね。あの時にツーリンカーで、世界英名原君が優勝したそうですそうですね。英名に残って、で次の開催の2002年の南アフリカで12分の1とツーリングと両方英名に残ってっていう、まあ選手として熟していた頃の時代。そうですね。でも今思うと一番熟成されてたのは、まあ僕2005年の夏でヨコモを辞めて京商に移籍したんですけど、京商に入ってからの本当そんで30前後が一番熟してたのかなっていうのは、経験も含めて、それからまあちょっとね、だいぶ僕の予想よりも和田さんよく喋られるんで、すいません。いや全然いいんですけど、まあうちちょっとね時間の関係もあるんですけど、多少はしょっちゃいますが、ここまでですね、その経歴といいますか、どういった経歴で今あるかとか、今の状況なんかも教えていただいていいですか？2005年で、まあ、先ほど言ったようにヨコモ辞めまして、で京商に移籍しました。で京商を、2012年の1月に辞めまして、で結構皆さんがそこから皆さんヨコモっていう認識なんですけど、実は僕いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に生かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また Twitter、インスタ、Facebook もやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。